Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、ね、もう11月になりまして、さすがにですね、もう朝と夜は寒くなりましたね。はい。そう。なんですけど、天気予報を見ると、あさってとかはまだね、最高気温21度とか書いてあって、そう、今日とかはね、16度で涼しいんですけど、あさっては21度とかで、またあれ、なんかあったかい日がやってくるのかなみたいなね。ちょっと今年はやっぱり日本の天気変だなって思って、少し地球温暖化を心配しているところです。はいね、皆さんの国はどうですか？ 11 月になって寒くなりましたか？それとも暑くなりましたか？変わりませんか？よかったら、皆さんの国の天気もコメントで教えてください。はい、ということで今日は何を話していくかと言いますと、今日は一人ではありません。久しぶりですね。お母さんとたくさん話していきたいと思います。はい。で、今日は何について話すかと言いますと、MBTI について話していきたいと思っております。はい。ね、日本でもですね、数年前に MBTI 診断っていうなんかね、診断テストをやって質問にいくつか答えてって、で、自分の MBTI 何かっていうのを知るのがね、流行ったんですよ。はい。いろんな国でやってるかなと思うので、よかったら皆さんの MBTI もですね、コメントでシェアしてくださったら嬉しいです。はい。で、私とお母さんですね、その MBTI って性格がわかるんですけど、その性格の、アルファベットが真逆なので、ちょっとそれについて話していけたらいいかなと思っております。はい。それでは今日もたくさん日本語聞いて練習していってください。それじゃあまた後でね。みずきです。チャンネル登録お願いします。やっほー。やっほー。聞こえますか？うん、聞こえるよ。聞こえる。はい。うん、聞はい。こえる。ああ、よかった。元気？元気だよ。よかった。あ、ちょっとね、なんか、ヨガで変なポーズ、ちょっと頑張っちゃって、変なっていうか、こ反るようなやつをやって、ちょっと腰がはあ、痛いけど、うそうでん、すか。大丈夫。気をつけでもてやってね。治ってきたから大丈夫。そうちょっと頑張りすぎちゃっうん。健た。うん。康になるためのヨガだから、怪我しなあ、いそうだね。ように。それなのにね。だからよくさ、できるうん。人は、とか言うの。ここまでこうします。で、できる人は、とか、もうちょっとやりたい人は、とか言われると、ムキになってやっちゃう。そういう性格だね。はい。すいませんでした。なるほど。はい。はい。じゃあ、それ以外は元気ということで。うん、そうだね。元気うん。だね。うん。はい。よかったです。うん。はい。じゃあ、今日は はい。MBTI についうん。て一緒に日本語で話していきたいと思います。はい。よろし OK。くお願いします。はい。はい。まずね、う MBTI っん。ていうのがもう数うん。年前ぐらいに流行ってみんなうん。診断テストとかやってたと思うんだけど、うん。なんか違う呼び方、なんかピンとこなくて、ちょっうん。と、なんだろうと思って調べたら、あ、なんか16なんちゃらかんちゃらとかいうやつの方がタイトルが、あ、これか、みたいな感じだった。あれこれ 16うん。パーソナリティーズってやつ？あ、そうそうそう。16パーソナリティーズ。そう、それです。ああ。まあ、うん。日本では、だいたいみんな MBTI っうん。て呼んでるから、覚えてください。そうなんだ。はーい。はい。で、それがあると思うんだけうん。ど、まず、うん。私うん。は、その MBTI が うん。INTJ っていうやつ。うん。うん。で、日本語のなんか役うん。職の名前だと、建うん。築家うん。ですね。うん。なるほはい。ど。
うんうんで、うん。まみちゃんは私と真逆だったと思うんだけど、何でし真たか？逆なの、それ。はい。私は、エンターテイナーっていうやつ。で、うん。その、アルファベットを忘れちゃった、さっき送った水木に。じゃあ教えてあげこれ、る。だってやってると見えないから。まみちゃんのやつは うん。ESFP だって。なるほど。それは、だから、水木と真逆なの？そうだよ。だって4つアルファうん。ベットがあっうん。て、で、それうん。ぞれ2つしかないから、うん。私は INTJ。まみちゃんは うん。ESFP。どれも一緒じゃないでしょ？すごい。2個しかないんだ、それ。そうだよ。ええすごいね。親子で似ないってすごいね。そう。だか知らなら、かった。いろいうん。ろ考え方とか真逆だけうん。ど、でも、うん。言うて仲いいから面白いようね。ん。うん。そうだね。真逆だからダメっていうわけじゃないんだね。まあ、そうだね。真逆うん。だと、まあうん。何かするときにちょっと合わないときもあるけど、別に う補ん。い合えるっていう、あれもああ、るそうだね。から、そうん。そうだね。う。うん。あとは別に、その4つアルファベットあるけうん。ど、それうん。でわからないこともたくさんあると思うから、まあ、それだけじゃないけど、うん。なうん。るほどね。そのアルファベットの意味は一個一個は何なんだろそう。だから今日はそれをちょっう。うん。と話そうかなとあ、思っそれのて、話ね。あ、よかったよかっそた。うん。う、教えてあげるね。うん。うん、ありがとう。すごい前にやったからもう忘れちゃってんだよ、なんか。あー、結構うん、うん、私は友達とかとう話したりするかん、ら覚うえてる。ん。あ、そのことについて。そああ、なんだっけとか思ってる。そう。う。そう。で、1個目は、うん、うん、E と I うん、で、うん、まみちゃんが E で、私が うん、I なんだけど、それは ね、うん、E の人が外うん。交的で、I の人がああ、内向的って言われるやつ。おー、まあ、そう。そっちよりってちょっとよりっていう感じだよね。あ、そうそう。なんかうん、う全部確かパーセん、ンテージがあって、別にうん、100%そっちっていう人あんまいないから、どっちかっうていうん。とっていう感そっちじだとは思そうなる。う。ううん。ん、うん、なるほどね。うん、うん、そう。うん。で、もうちょっと詳しい説明を読んだんだけど、なんか、うん、いい外交的な人、いいの人は、なんか、うん、誰かと遊んだりとか、うん、話したりとか、うあ、ん、そういうなんか、外からエネルギーをもらっうん、て、で、うん。元気になるタイプらしい。うーん。なるほどね。まあ、合ってるとは思う。うん、うん、うん。そう。で、反対に愛の人うん、は、なんか、うん、一人の時間とか、自うん、分でなんか考えたりとか、うん。そうすると、リフレッシュできる。うん。ああ、まあ、水木はそっちの方がちょっと高めなのかなとは、最近特に大人になってからそうかなとうん。思うね。そうだね。だから、そのうん、外交的、内向的って言っちゃうと、ちょっとそれだけじゃわかんないけど、うん、うん。いつ元気になるかっていう、そうだね。そなるほう、のど。かなっうん、て感なるじだほどね。から、のうん、みちゃんはどっちかっていうと、誰かとうん、話したりとか、出かけたりとか、うん、ヨガとかそうだね。の方うが、ん、なんか、エネルギーもらう。うん、うん、うん、うん。確かに。まあ、ずーっと誰かといるのは、それはそれで疲れちゃうけど、うん、でも、やっぱこう、何かあった時に、そう、やっぱこう、話したりして発散うんしたりするかな。うん。うん、聞いて、みたいなの方が多くて、自分一人で解決とかしてから話す人っているじゃない？そうういうのん、よりは、先に、そう、うバーってん、話して、うん、助けた方が高いかな。ううん。ん。なるほどね。あとはなんか、私とかは、そう、うん。一応さ、仕事してて、休みが、じうん。ゃあ、土曜日と日曜日、2日間だけですってなったら、
なんか、うん、できれば、どっちか一日は、なんか、うん、家にいて、ゆっくり好きなことをして、で、うん、次の週に備えたいなっていう感じなんだけうん。ど、のいちゃんは、その、休みが2日間だけだったとしたら、どう思う？まあ、本当にね、体調とか、すごい疲れてたりとかしたら、まあ、ちょっと寝たいとか思ったけど、まあ、うん。水木ぐらいの年齢の時は特に、まあ、本当によく遊びに行ってたかもね。買い物行って、お友達と行ったり、うん。ランチ行ったり、うん。そう。あと、だから、そうだね。仕事終わりに、例えば冬とか、金曜うん。日に出て、前も言ったかもしれないけど、バスで朝着くツアーで、スキーとか行ったりして、で、うん。月曜日の朝か、そのまま泊まって、月曜日の朝、東京に着いて、そのまま会社行ったりとか、うそういうのがん。全然平気だったから、まあ、パワフルっていうか、そう、休みたいとかいうようん。り、遊びたいみたいなうん。うん。感じだったかなとは思う。今はね、ちょっとそんなことやったらちょっととても疲れちゃうから、まあ、うん。今やっと半分はゆっくりしたいって思うかもしれないけど、なるほどね。そう、まあ、そ性れはね、格的にはってそうん。う。体うん、力とかはあると思うけど、なんうん、か出うん、かけた方が心はうん、ちょっとパワーもらえるとか、そういう感じなのかな。そうだね。うん、そう思う。うん、うーん。うん、OK。じゃあ、二つ目。二つ目うん、は、私が N で、なみちゃうん、んが S。S。で、はい。なんか、これはね、ちょっと、って思ったんだけど、うん、S の人はうん、感覚型で、おー、例えば、なんか、結構現実的な事実とか情報とかうん、うん、うをん、なんか大切に思って、で、計画的にいろいろ進うん、めるって書いてあって、で、うん、N の人うん、は直感で、なんか想像力、クリエイティブうん、とか、あと未来のことよく考えたりとか、ひらめきを大切にうん、するって書いてあって、こうん。れなんかなんか私、それ逆な感じするね。そうう、ん、うん、って思ったけど、あともうちょっと読むと、うん、S の人はデーうん、タとか、あと今までの経験をうん、信じるのが強うん。くて、で、N の人はなんかまだわからない可能性にワクワクするタイプって書いてある。なるほどね。だから、ええそう、これ聞ー、くと、なんかまあ確かうん、にいろんな可能性にチャレンジしたりとか、ワクうワクするん、のは私は合ってるけど、でうもん、計画的にも進めるし、だからうこれはん、なんか、もしかしうたら半ん、々ぐらいだったのかなってう思った。ん、そうだね。私は感覚派だから、うん。もうなんか何か選ぶときとかも、自分の直感型で、もう思ったら動いちゃうみたいなタイプなんだけど。これさ、でも、わかりづらいんだそう、けどさ、S わかりが感づらいね。覚型で、N が直あ、感型なんだって。だから、感あ、覚と直そういう感が違ことうんだって。よくわ感かんないけど、覚、そうか。感覚的で、と直感は違うんだ。違うらしい。難しいね。ちょっと、うん。よくわかんないから、うん。飛ばそ次。う。もし、詳しい人いたら違い教えてください。教えてください。これやこれはりたい人。ちょっとよくわからん。そうだね。あと、こっちの方がわかりやすあいかも。もう一あ、うん。つの3番目は、三つ目 T ね。うん。と F。うん。T と F で、うん。私が T で、まみちゃんうん。が F なんだけど、え、うん。T の人、こっちが思うん。考型、思考タイプ。
考えるタイうん。プ。で、う F の人ん。は感情タイプ。うん。ああ、めっちゃそで、もうちょっと詳しく言うう。うん。と、なんうん。か、うん。T の人は、まあ、いうん。ろんなことを考えて、で、うん。データとかもうん。ある事実とかうん。を大事にして、うで、ん。話していく。けど、うん。F の人は、みうん。んなの表情とか、うん。雰囲気とかうん。を気にしながら、ちょっとバランスをとっていく。なるほど。うん、うん。そうだね。うん。まあうん、結構合ってるんじゃないかな。うん。うんうん。人合ってる。とのなんかこううまくやっていくみたいなのを感覚的にうん、やってる、バランス取ってやってるような気はする、自分はね。そうそううそう。ん。なるほどあ、ね。今なんかちょっと、あれかな、みたいな。なんか、ちょっと変な空気になってきちゃったな、みたいな時も、うん、なるべく、じゃあちょっと私が、ここは、なんか話変えて明るく場を盛り上げてみようかなとか、そういうのを、なんかこうやったりはしてるかもしれないけど、うん、データに基づいてこうとか、そういうなんか理系みたいな感じの考えはあんましてないかな。うん。どっちかっていうと。うん。うん。まあ、これもさ、極端だからさ、うどっちかだけん。の人はいうん。ないと思うから、みんなそうね。うん。ちょっとずつ少しは。どっちもあっうん。て、あとはバラうん。ンスの問題だと思うんだけど、うん。そうだね。そう。でもやあとっぱ水木なんか、はあれじゃない。いろいんろこうちゃんと調べたり考えたり、うん、いろんなことを全部合わせてなんかうん。やってる感じはするよね、少しね。うん。そうだね。なんか、もちろんそう、人の気持ちとか考えるし、気持ちも大うん。事なんだけど、うん。なんか、例えばその時何かについて話してたら、じゃあ、うん。これはこうだからこうなってとか気になるし、なんかちょっうと関係ん。ない話に行ってたら、うん。なんでそっちの話行ったみたいな考えちゃう。そうだね。ううん、ん。それはなるほど。あるかも。まあでも、そう仕うんう事とかんうん。だとどっちも大事だとうん。は思うね。そうだね。うん、全部偏りすぎちゃっててもダメだと思うしね。うん。うん。なるほどそう、ね。それはそうん。う。うんちょっと難しかったね、このトピック。うん、難しいね。でもなんか楽しいけど。それならいいや。ああ、なんかもう一個書いてあったのが、うん。T の人は人間関係で素直に正直に思った意見を伝えるのが得意だけど、う F のん。人は相手の気持ちを優先しながら柔軟に調整していくって書いてある。これは F どはう？うん、ああ、でもすごいそうだと思うよ。私はだからもう、なんだろう。まあ、お母さんになった人とかは特にそうかもしれないけど、だうん、から子育てとかしてると、うん、自分がなんかっていうペースとかより、全部子供とかのことにね、あの、合わせて自分が動かなきゃいけないっていう生活をうん、ずっと何十年もしてるから、うん。だからもうなんかそういう風になっちゃうなるほど。っていうか、そういう感じかな。そうそう。それはじゃない。性格とかじゃあ、なくて、母になっうん、たこまあ、とがそう、それでもしかし大きい。たら変わったかもしれん。そう、それはね。そああ。そう。うう、なんん。か、まみちゃんの昔の話聞いてると、もうちょっとなんか自うん。分の意見ズバって言ってたのかなっあ、て。そうだね。うん、子供の頃は、なんか学級委員とかやって、うん。威張ってたみたいな。なるほどね。いう話を聞くけど、うん。そう、今はちょっと違うかなっていうね。そうん。う。うん、うん、そうだね。確かにね。うん、うん。うん、
あとね、もう一個ね、これうん。わかりやすかっ最たんだ後は？けど、うん。ちょっと待って。もうちょっとうん。話したいね。あ、いいよ、いいよ。で、例えば、友達うん。から相談さうん。れたときに、うん。T、私ね、T のうん。人は問うん。題を解決するために具体的なアドバイスを、とりあえず相手に言う。これはああ、それこうしたほら、らどうとか。男性が女性にやっちゃいけないとかいう動画でよくあるやつだよね。そうなの知らんけど。そう。そこれはでも男女とか関係ないので。う。ああ、そうだね。はい、すいません。はい。で、F のあ人は、まあ、うずん、相手の感うん、情に寄り添っうん、て共感うを示すとん、うん、うん。いう感じまあ、ですね。うん、うん、そうだね。これよくあるんだよ。でもよくある話で、うん、まあ、男性と女性って関係ないとは言うけど、まあ、じゃあ、ちょっと女性とか女性っぽい人っていうか、まあ、うん、の考えとしては、うん、聞いてとかさ、これどう思うとかって言って、こううん、相談っていうか話してるんだけど、うん、それを、よく、男性っていうか彼氏とか、そういうん、うね、夫の人とかは、それこうすればいいじゃんとか、じゃあやめればいいじゃんとかってすぐ言っちゃうけど、うん、だからこんなこと言われたくて相談してるわけじゃなくて、うん、ただ寄り添って、そうなんだ、大変だったねって、ただ聞いてほしいだけで、結局決めるのは自分だから、うん、なんていうの、どうしたらいいと思って言うんだけど、こうしたらいいじゃんとかって言われると、うん。不穏な空気になるっていう、よくあるパターンで、だそれはから、さ、なんか言い方うん、の問題じゃないの。違う、だから問題解決しないでほしいみたいな。だからこれはああ。まあ、そうね。うん。それだから、は、あれですね。うん、なので、うん、F の人はい、の考えうん、方なので、はい。男 F の女人ね。という考えはい。は一度捨あ、てていただいて、はい、わかりました。じゃあ、私は、それはすごい賛同してるので、うん、まあ、うん、そうだねって思う。そうそうそうって思うん、なるほどね。う。うん、なんかもちろんどっちも必要なんだけど、うん、私は、それはね、うん、最初は聞くんだけど、聞いたら、じゃあ、うん、こうしたいなら、こうしたらいいと思うし、こっちがいいなら、こうしたらいいんじゃないみたいな。あとは、うん、あなたは決うん、めたらいいと思うよっていう感じで、う聞くん、し、あとアドバイスもうん、するしっていう感じで、で、そういう人間だから、なんかたまに、まみちゃんにも言うけど、私がまみちゃんになんか話すじゃん。うん、で、うん、そうなんだとか、大変だったうん。ねって言われて、え、それだけってなるっていう。なんいや、か、だから、ないの何を？あの、言ってほしくないかなとか思っちゃう。そこがでもほら、逆っていう感じですね。そうだね。だから、言えばいいんじゃない？例えば水木とかは、私に、なんか言うときに、うん、どうしたらいいかちゃんと言ってほしいのか欲しくないうん、のかっていうのを、うん、そう言ってから話すとか、うん、まあ、実際話して最中とかに、別にでもだからこれはただ聞いてほしいだけなのとか、うん、ちゃんとアドバイスが欲しいから、どうしたらうん、いいかっていう、まみたいな意見をズバッと言ってよとか、うそういうふうにん。言ってくれれば、じゃあ言っていいのねとかってなるんだけど、ああ、私はその逆の場合、こうしたらいいじゃんとか言われるとカチンってなっちゃうから、いや、そういうわけじゃなくて、みたいな。それはさ、お互いにうん、さ、言った方がいいかもうん。ね。なんか、そうだね。ちょっと聞いてっうん、て。意見いらないかうん、ら聞いてって。うん。ちょっととりあえず聞いて、みたいな。それはね、みんな、うん、人間全員言った方がいいかも、最初に。そうだね。うん。あるよね。そういう、うん、行き違うっていううん。かさ。うんうんうん。そう。でももちろ友達ん、同士の。うん。でもなんかもちろん私ももう一人でだいぶ考えて、うん。で、うん。あとちょっと聞いてほしいだけみたいな、そういうう時もあるかん。ら、うだから、まあん。どっちも時もあるから、ちょっと今日うん。は
ただ聞いてとか、今日はうちょっと意見ん、ちょうだいとか言ったうら、ん、そう世のだね。うん、中は平和かもしれない。うん、確かに。そう。だから、そういううん、人がいるということだけ、うん、そうだね。うん。うん。どそう。でもっちのこれ、人もいると。うん、そうそう。これのいいところは、なんか逆だから、あ、じゃあ仲良くできうん、ないねとかじゃなくて、なんか、あ、うん、こういう考えの人とこういう考えの人がいるから、あ、じゃあこううん、いう考えの人と話してるときは、ちょっとこうしようとか、うそれをすれん、ば、なんか別にみんな仲良くできるんじゃないかなっていう。そうだね。うん。もうちょっと理解が深まる、いい、うん。あれかもね。うん、そう。はい。で、うん。はい。最後は、うん、うん。J 4と 番目。P。うん、P。はそい。う。で、私ね、J の人。J のうん、人は、うん、あと10分でズームが終了します。だって、あと10分うん、で終わります。うん。はい。はじゃあ、い。巻き巻きで。はい。そう。はい。で、J の人は、計うん、画とかルールとかを大事にして、それに基本的にその決めたことに沿って進んでいく。うん、だけうん、うん、ど、うん。P の人は、柔軟に動いていくから、その場うん、の状況とか、その場の感情とかで、動いていくうっていう感じん、で、わかりやすかったのが、まあ、うん、よくこれも J と P の人で喧嘩になるのが旅行うん、なんだけうん、ど、う J のん。人は旅行に行く前に結構細かく決めておきたい。でおー。も、P の人うん、は別に決めなくても、なんか行き当たりばったりで楽しめるうん、し、もし、うん、例えばじゃあ、この日、動物園に行こうっていう旅行で計画してて、で、当日雨が降っちゃったら、う J ん、の人は、ああ、どうしよう、計画が変わってしまうってなるけど、T の人は、ああ、雨か、しょうがないね。じゃあ、なんか違うとこ行こうかって、そんなに苦しくないっていう。なるほど。ああ、でもね、そうだね。どうでしょ私うか。旅行で結構ね、計画しないと嫌なタイプ。あ、そうなの？この前の宮古島とかも、うん、あの、毎日料理をちっちゃいミニしおりを作って、うん、1日目にもう何時にどこ行って、お昼どこで食べてとか、うん。午後はどこ行ってとか、何分で移動してとか、うーん。それはさ、昔からそ昔からでもなかったかもしれないね。今はなんかその限られた、その旅う？うん、行の時間、うん、限られてるから、なんかせっかく行ったのになんかこう、ダラダラして時間を無駄にしたくないというか、そうそううそう、ーん、なんかもっとここ行きたかったのにとかが嫌だから、うん。そうそうそう、なるほっていうどね。感じだけど、うーそん。う、うん。じゃあさ、でも、例えばさ、うん、そう、当日何かがあって、じゃあ、計画を変えようっていう時はどう思う？すごい嫌だ。計画を変えようん、う。でもまあ、それはそれで別にもっといいのがあったり、そのうん、時の、例えばそうやって天候が、雨が降っちゃったとか、そういうのでうん、変わるとかは、まあ仕方ないかな。うん、あんまりそれは、じゃあいいよ、みたいな。そこは、一応決めるけど、うん、変わるのは別に平気かな。うん、うん。うん、そうまあ、だね。そうね。これも、まあ、どっちかだけっていうあれはないから、どっちもそうだね。持ってるうん、と思うんうん、だけど、う例えん、ば、雨で変更とか、あとは、泊まったホテルに、なんか、今日の夜、大きい花火が上がりますって言って、うん、うん、本当は夜、遠くのレうん、ストランに行こうとしてたけど、花火うん、見たい。ちょっうとん、こっちに行こうよってうん。言われて、それはあり全然いいあり。うん、よってなるうん、か、え、うん。こっち行こうって言ってたじゃんってなるか。なるか。なるほど。じゃあ行うん。こうよってなる、私は。
っていうと、そこは結構柔うん。軟な感じっああ、なるほど。柔軟だね。そうだね。うん。うん、ていうところかな。そうだね。うん。うん。こその前、う。うん。いつだっけ、一昨日ぐらいに、急にうん。花火が、うん。花火の音が聞こえたの。うん。で、だから、どこでやってんのってなって、うん。全然行く予定なかったんだけど、花火上がってたから、もう、今すぐ行こうよ、みたいな感じになったんで、結局行けなかったんだけど、あ私はー、別に、じゃあもうちょっと5分で準備して、ちょっと見に行ってみないみたいなのとか、うんうん。っていう人になる。なるほどね。なんで行こうよ、みたいな。そう。それは私は時間によるかも。ああ、もし夜の9時とかに、行こううん。よって言われて、車でなんか30分ぐらいって言われたら、今からってなるかもしれない。だってせっかくさ、今すぐじゃなったらもう行けないんだよ、みたいな。ああ、よし、そうだね。行こう、みたいな。そううん。いうそう、衝動的にじゃあ行こう、みたいなのは全然いけるかも。うん。そこが、暇だな、じゃあ明日ちょっと一泊で温泉行くか、みたいな。あ、いいよ、みたいな。そういあうのは、あ、OK かも。そういうところかも。ダメでしょ？じゃダメじゃない。どっちもいいんだあ、よ。どっちがダメとかはなくて、ダメじゃない。どっちもいあ、いんだけど、そっかそっか。そう。私あ、が、ももし、明日時間あるねって言っう、うて、ん、なんかここ良さそううん、だよ、ここ泊まりに行こうって言ったら、ちょっと待ってね。ちょっとスケジュール確認するからねって言って。うん、うそん、の次の日は仕事うん、が朝9時から、まあいいね。予算は、大丈夫かなって10分ぐらい考えて、やっと、いいよってなる。うん。なるほど。うん行っちゃえ、行っちゃえ、みたいな。お金、よくわかんないな、行って、使った、結構こんぐらい使っちゃったね、みたいな。うん。まあ、いっか、みたいな。うん。楽しかったし、みたいな。うん。そういうところかもしれん。急なスケジュールああ、変更、そうだね。なるほど。そう、えー、結構いいけどめっちゃ考うん。える。あ、なるほどね。ううん。ん。ちょっとなんか電波が悪いって出たけど、聞こえてる今？ちょっと一瞬ちょっと水木が止まりかけた。うん、あ、ほんと。大丈夫かな？うん。うん、大丈夫。私は聞こえてた。うん。うん。はい。じゃあ、あ、そんなとそうよかった。ころで。うん。うん。うん。そうですね。なるほど。面白いね。面白い。うん、そう。いろんな人だから、がいるからね。うんうん。そう。だからまあ、どっちがいいとうん。か、悪いとかじゃなくて、じゃどっないのね。ちも、そう、いそうだね。ろんな人うん。がいるから、ああ、こういううん。人なんだなって分かって、みんなううんうん。まくやれるといいですねっていうところですね。なるほど。そうですね。はい。はい。うん。うん。そんなところです。どうでしたか？あ楽しかった。ちょっと自己分析にもなるし、うん、他の人とのね、そういういろんうん、な考えがあってっていうのとうん、かも分かったし、うん。うん、ね。うんうん。うんうん。それはよかった。うん。なんか私も、なんかさっき新しい発見があって、そのさ、一応さ、私とまみちゃんで逆だから、そう調うん。べて読んで、あ、まみうん。ちゃんはじゃあ、こっちなんだなって思って、いやでもう意外とん。違うかもって言われたから、どうしようってなったけど、あ、別にそれでいいよな。人間そういうもんやなって思って話せたから、うん。柔軟になった。うん。そうね。すごいカッチカチにそっち寄りってわけじゃないからね。少し、そうそそういう部分がう。うん、少しよ。ね。うん。うん、人間だからね。うん。楽しいね。うん、楽しいって言ってくれてよかった。うん。はい。じゃあ、ここら辺にしておうん。きたいと思います。今日もはい。来てくれてはい。ありがとう。ありがとう。楽しかった。はい。はい。じゃあ、またね。また来てね。はい。またね。はい、バイはーい。バイ。バイバーイ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね、MBTI について話してみました。はい、ちょっとでもね、私とお母さんの性格について知ってもらえたら嬉しいです。はい。で、ちょっとね、説明文とか読んだりしたので、もしかしたら難しい日本語があったかもしれないんですけど、頑張ってぜひたくさんね、聞いていただけたら嬉しいなと思っております。はい。そして皆さんの性格についても何かね、あればコメントしてください。はい。それじゃあ今日はここまでにしたいと思います。今日も皆さん聞いてくださってありがとうございました。はい。それではチャンネル登録、グッドボタン、コメントをたくさんお待ちしております。いつも通りオンラインレッスンはプレプリと愛登記でやっておりますので、よかったら一緒に日本語話しましょう。はい、それではまた次回来てください。じゃあ、またねー。See you later! バイバーイ